今回は鏡ねりんちゃんリブートを買ってきたので、こちらを開封してみたいと思います。で早速開けていこうと思います。よいしょ。こんな感じでりんちゃんのボディが入ってますね。これ取って、この下にいろんな付属品が入ってるはずなので、よいしょ。ウィッグですよね。あと衣装と、これは説明書。あと付属品。じゃあこれを組み立てていきましょう。りんちゃんは DDS ボディなんですよね。で、れんちゃんは DDS なんですけど、ボディだけメンズの合意のやつみたいですよね。でですね、ウィッグがですね、丁寧にこれ止まってるので、こう切って、これですね。あと衣装も出しちゃって、本当はレンちゃんも欲しかったんですけど、予算的にちょっと難しかったので、いつも欲しかったレンちゃんだけ。結構細かく丁寧に入ってるんですよね。私はいつももうビニールとか捨てちゃうんですけど。あ、パンツ。パンツ先に履かした方がいいですよね。ちょっとパンツだけ。よいしょ。どこしょ。意外とこのパンツって履かせにくいんですよね。よいしょ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 。はい。ちょっとお胸は見えちゃうので、ちょっとしょうがないということで、あとリボンですね。これが、袖と、あとこれは足。なんか名称あるんでしょうけど、これ見てないので、これはなんだこれ、これも出しとこうか。はい、これ。じゃあ説明書を読んで組み立てていきます。いつも入ってるやつですね。コンセプトノートバージョン8。多分これ、ゆきみくさん買った時と同じかな。はい、こちらマニュアルですね。で説明書に沿ってやっていこうと思うんですけど、一応部品の確認をしておきましょうか。ウィッグと、これと、これと、あとこれ、マイク、パーツ、あと腕が2個。で、足も2個。で、ズボンがあって、パンツを履かせて、シャツと襟があって、靴が 1セット。はい、ついてますね。じゃあ、このマニュアルは、まずですね、どう書いてあるんだ ?1、トップスを着せる
書いてあるんですけど、スナップの取り方に注意が必要ということで、一つ一つ取っていきましょうということですね。結構ドールの衣装のスナップって、なんて言えばいいんだ。人間と違って、こう、丁寧に作られてるんで、こう人間みたいにババババってやると糸切れちゃうので、こういう風に一つずつ取っていきましょうっていうことが書いてあります。全部これ取っちゃっていいのかな。はい。あ、ここもついてますね。よいしょ。私、爪切っちゃうんで、爪がないと結構厳しいですね。痛い。じゃあこれをまず着せていきます。りんちゃん、お胸が丸見えでごめんなさいね。これで大丈夫ですから。あ、ちゃんとネイルが黄色になってますね。フォロワーさんでりんちゃんをこうセクシーっぽく、ポージングさせるのが得意なフォロワーさんがいるんで、それ見てりんちゃん欲しくなったんですよね。なんかこうあどけない感じなんですけど、成長するとちょっとセクシーになるような、そんな写真撮れたらいいなと思うんですけど、結構簡単ですね。じゃあ続いて襟ですね。これをつけていきます。おいしょ。りんちゃんは DDS のフレッシュですね、これ多分。ゆきみくさんはセミホガなんですけど、前に買った愛ちゃんと同じ感じのボディですね。で、次はセーラー服の襟を折り上げると、ここにフックがあるんですけど、なんかセーラー服を折り上げ、リボンタイのホックをトップスの糸ループに引く。あ、これですか。あ、これがここに来るんだ。そっか、髪の毛じゃないんですね、これ。髪の毛じゃないので、これをですね、ちょっと見にくいんですけど、ここにフックがあるんで、ここにちょいと引っ掛けると。結ばない感じ。はい。こっちにもありますね。これで、はい。あ、逆だ。これ裏返しにしちゃいましたね。ちょっと失敗。リボンのところに縫い目があるんで、多分縫い目を裏側にするようにつけないとダメみたいですね。そうします。よいしょ。結構指先がちょっとうまく動かないんで、別に病気じゃないんですけど、こういう細かい作業は結構苦手なんですよね。では、ここまでできました。次はアームカバーをつけていきます。で、アームカバーをつけるときに、ここにパーツを先に取り付ける。ミクさんもありましたよね、ここにパーツが。これです。ここのパーツです。これをじゃあ開けましょう。こういうの失敗すると飛ぶんですよね。取れた。これです。これをここにくっつけると。ほら、こういうのも結構指先が動かないので、なかなか若い頃こういうのできたと思うんですけどね、テキパキテキパキ。なんか40ぐらいになってからこの指先が硬くなってきたっていうんですかね。なんかあれ
ここまでくっつけるのかな。どうつけるとしか書いてないんですけど、これつけると挟まらないので、もう少しここの縫い目まで押さえ込む感じで入れるってことなんですかね。この腕のパーツはうまくつかないというか、すぐこうポロッと外れちゃうので、後で調べて付け方もう一回調べてみたいと思います。で、このアームカバーのスナップを外して、これ左右どっちだろう。これが右腕、こっちは右腕か。で、入れて止めると。で、こっちも同じですね。はい。でいいかな。いいかな。じゃあ今度はフットカバー。これも左足と右足があるんですよね。この文字が書いてある方が左足だそうなので、これを履かせます。これもスナップを外してから、よいしょ。これは膝上ぐらいなのかな。違う、膝下か。膝上だとスナップが止まんないですね。はい、反対側も同じようにスナップ外して履かせますと。なるほど。ここが真正面になるような感じで履かせるみたいですね。はい。じゃあ続いて裏。パンツどうするの？この手順だとパンツを履かせてないですね。ないよな。ジホックアームカバー。なるほど。パンツは特に説明書なくても大丈夫だろうって、そういう感じみたいですね。ちょっとアームカバーじゃなくてフットカバー外しますね。はい、はい、じゃあこれを履かせて、よいしょ。結構お尻キツキツなんで大変なんですよね、このズボンを履かすの。よいしょ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 。はい。で、ここにフックがあるので、これを止めるんですが、多分ギュッと腰までちゃんと上げないとダメみたいですね。どこまで上がるんだこれ。結構大変なんですよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。止まんない。ドールに慣れてるとここら辺大丈夫なんですけど、初めての方でこうキツキツとかだと破れちゃわないか心配ですよね。意外とこうドールの衣装ってしっかり作られてるんで、そうそう破れたりしないので大丈夫ですね。はい、こんな感じ。でもお腹パンパンだな。はい。でベルトはどっちだ。これも特に付け方書いてないので、
書いてないよな。説明書だと、ここに見えます？説明書だと、一発目に、ショーツ履かせた後、ベルト付きパンツっていうのを、つけてくださいっていうのがありますね。ここから始めちゃったんで、ちょっとすっ飛ばしちゃったんですけど、一番最初にショーツを履かせて、で、パンツを履かせるというところみたいですね。失礼しました。で、フックに通して、よいしょ。この衣装はだいたい最初だけなんですよね。しばらくすると好みの衣装を着せたくなって脱がして、そのまんまみたいな感じなので、よいしょ。でこれでバックルにつけて、これ1本目ですね。1個目。よいしょ。はい、できました。ちょい余りなんで、ここに通しておきましょう。よいしょ。まっすぐかな？大丈夫かな？はい。じゃあ、先ほどのフットパーツじゃないや。フットカバーか。これを履かせます。よいしょ。よいしょ。はい、履かせました。で、その後は特段マニュアルがない。次は、シューズですね。こちらを履かせます。これ、あんこが入ってるんで、よいしょ、取って、硬いな。タックを外せば柔らかい。で、これ右左が多分あるので、間違えないように、間違えても大した問題じゃないんですけど、履かせて、これは色移りしなさそうですね。はい、反対側も履かせますと。はい、できました。じゃあ続いてウィッグですね。ウィッグはネットに入ってるんで、これを取るんですが、この糊で結構固まってるんですけど、これ溶いちゃうと、この癖がなくなっちゃうんで、溶かない方がいいんですよね。じゃあ、ウィッグつけるときは、私は外すんですよね。外した方がつけやすいので、外します。よいしょ。これで、このおでこですね。おでこをここら辺あたり、ウィッグのへりを、ここだともう一回下げなきゃいけないんで、ここら辺のちょっと深めにこういう風にかぶせて、後ろを引っ張る。これすごいかぶせやすいですね。ゆきみくさんはウィッグがガッチガチなんで、すごい、つけるのに苦労するんですけど、あとバランスを見て、方向合わせる。どれぐらいが似合うんでしょうか。このぐらいかな。ちょっと後で調整するとして、これでヘッドをつけます。ヘッドはギュッと奥まで入れないと、ちょっと首が浮いた感じになるんで、はい、こんな感じですね。で、髪留め、これ、一番大変なやつじゃないですか、この髪留めって。よいしょ。
この髪留めってどういうやつ？あ、挟むのか。止められるかな、ちゃんと。よいしょ。これあれですね、髪留めする前にちゃんと髪のセットのウィッグのセットの位置をちゃんと整えた方がいいですね、これ。あ、いいのか。これはこうやって止めるから少し前髪がかかるぐらいでもいいんですね。ということでちゃんとマニュアルを読みましょう。はい。ウィッグはセットしたので髪留めを写真のように留めますって。写真のようにこのバランスでいいのかな。うん、このぐらいになってますよね。でこれ難しいんですよね。よいしょ。これね、これなんかちゃんとこれ簡単につけられるようなものがあれば特許取れるんじゃないですかね。よいしょ。ちょっと爪楊枝で隙間作ってで突っ込んで外すと。どうでしょうか。うん。すみません、カメラ遠いですね、これね。失敗したな。で、左に、右に2つ。難しいな。これあれですよね。何でしたっけ。リゼロのレムの髪飾りもすごい難しいらしいですよね。ちょっとですね、私なんかこうやりにくいのは動画撮ってて、方向とかこうなんて言うんですかね、利き手じゃない手でやってたりとかするんですごいやりにくそうなんですけど、もう少しつけやすいと思います、本物は。わわわ。上の方につけてこう下ろしたか、そうですね、こう上の方につけてキュッてこう下ろす感じの方が綺麗につきますね。これがね大変なんですよね。可愛いですけどつけるの大変って。はい。もう一個もつけると。これも慣れるとそんなに大変じゃないのかもしれないですけど、私これは初めてなので、ヒュッヒュッと。どうでしょうか。なんか違う。なんか違うな。ちょっと待ってください。なんか違うな。何が違うんだ。もっとこれキュッとやるんですかね。むずいぞ。
大丈夫かな。これまたいろいろ触ってると動いちゃうんで、ちょっとこのままでいきます。で次は、リボンとヘッドセット。リボンはヘッドセットにくっつけると、こういう感じかな。よいしょ。はい、つきました。で、耳当てを開いて、こんな感じ。これでウィッグがこう跳ねちゃうのを抑える感じになるんですね。はいはいはい。はい。ほぼ完成。はい。完成ですね。こんな感じでございます。できました。はい。かわいいりんちゃんが完成しました。ちょっとここだけですね、パーツが付けられなかったんで、付けてないんですけど、なんかまたですね、付ける方法を調べたら、Twitter とかでアップしようと思います。はい。全体こんな感じですね。一周ぐるっと。はい、かわいいです。おー、かわいいかわいい。りんちゃんのこの表情がいいですよね。このアイはやっぱりんちゃん用なんですかね。口もいいですね。語彙力ないんですいません。こんな感じの感想しか言えないんですけど。じゃあ次はドアップでいきましょうか。アップはこんな感じです。いいですね。かわいいですね。あまりりんちゃんって正直見たことなかったんですけど、ミクさんの方がやっぱりね、有名なんで、どうしてもミクさんばっかりになっちゃってたんですけど、この跳ねるのもいいですね。これ、糊でつけてまとめておくんで、多分、また取れちゃったら糊でつけ直せばいいのかなと。自分でやると結構大変なんですよね、このウィッグ作ったりするの。カールつけたりしなければいけないんで。あとここに2番の番号ですね。2番って言えばいいんですかね。2番じゃなんかロボットっぽくない。2番だとロボットっぽいんでなんかあれですけど。はい、こんな感じです。はい。これはエレクティックボイスシステム書いてあります。はい。せっかくなのでミクさんと比較してみようと思います。ヘッドの形はかなり違いますよね。ミクさんの方はここら辺がこうすっきりしてるんですけど、りんちゃんはぷっくりしてる。このヘッドの幅も全然違う。ね。輪郭も全然違うんですね。同じネンドロイドじゃないや。同じボーカロイドだから同じなのかなと思ったんですけど。だから表情とかも違うんですね。はい。ミクさんは朝ちゃんちのユニットをつけてるんで、こうやって目が動かせるんですね。でも標準のりんちゃんはグルーでがっちり止まってるんで、アイは動かせないんですけど、アイを動かすドリームフィッターっていう別売りのアイテムがあるんで、それを入れるとアイがこう動かせるっていうのがあるんですけど、ちょっと移動が微妙なんで、私はドリームフィッターつけないんですけど、そういう改造もできます。あとやっぱり楽しいのはいろんなウィッグとか衣装を着せて自分の好みにできるってところだと思うので、またそういったのところもですね、写真とかアップしていこうと思いますので、Twitter の方ご覧になっていただければと思います。ということで、鏡音りんちゃんリブートの開封動画終わりたいと思います。
今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね。バイバーイ。